来月会社の近くに引っ越すことになったんだけど、いい不動産屋を知らない？引っ越すんですか？それなら、駅前にあるスマイル不動産が親切でおすすめですよ。へえ、そこで部屋を探したことがあるの？ええ、今の部屋はそこで紹介してもらいました。手数料も安かったですよ。それは助かるな。できれば家賃は今と同じくらいに抑えたいんだ。それなら、条件をメモして持っていくとスムーズに探してくれますよ。わかった。週末にでも一度行ってみるよ。いい物件が見つかるといいですね。ありがとう。決まったらまた報告するよ。はい。引っ越しの手伝いが必要なら声をかけてくださいね。最近運動不足でお腹が出てきた気がするんだよね。実は私も最近階段を上るだけで息が切れてしまうんです。ジムに通おうかと思うんだけど、一人だと続くか心配でさ。いきなりジムに行くより、まずはウォーキングから始めてみてはどうですか？なるほど。お金もかからないし。毎日20分歩くだけでも全然違うらしいですよ。よし。今日から会社の帰りに一駅分歩いてみることにするよ。いいですね。歩きやすい靴を用意した方がいいですよ。スニーカーなら車に積んであるからすぐ始められるよ。無理のない範囲で頑張ってくださいね。毎日忙しくて、なんだか動物に癒されたい気分だよ。お疲れみたいですね。それなら、新しくできた猫カフェに行ってみませんか？猫カフェか。実は一度も行ったことがないんだ。すごく可愛い猫がたくさんいて、触ったりおもちゃで遊んだりできるんですよ。それは楽しそうだね。男一人で行っても浮かないかな。全然大丈夫ですよ。仕事帰りのサラリーマンも結構いますし、それを聞いて安心したよ。週末にでも行ってみようかな。人気のお店なので、土日なら予約していった方がいいですよ。わかった。スマホで予約できるか調べてみるよ。きっと癒されると思うので、楽しんできてくださいね。君ってよく駅前のカフェでコーヒーを飲んでいるよね。はい、コーヒーが大好きなので、毎日3杯は飲みますね。実は僕、午後にコーヒーを飲むと夜眠れなくなっちゃうんだ。カフェインに敏感なんですね。それなら、デカフェ、カフェインレスにしてみてはどうですか？デカフェって味が薄かったり美味しくなかったりしない？最近のデカフェはすごく美味しくて、普通のコーヒーと変わらないですよ。本当？それなら僕でも午後に飲めそうかな。ええ、あの駅前のカフェにもデカフェのメニューがありますよ。知らなかった。今度一緒に行った時に頼んでみるよ。ぜひ試してみてください。きっと気に入ると思います。最近一日中画面を見ているせいか目の疲れがひどいんだ。目が赤くなっていますね。ブルーライトカットのメガネは使っていますか？いやー、使ったことないんだけど、やっぱり効果あるのかな？私は使い始めてから夕方の目の痛みがかなり減りましたよ。へえ、そんなに違うんだ。どこで買えるの？普通のメガネ屋さんで度が入っていないものならすぐに買えますよ。値段もそんなに高くないのかな？デザインによりますが、5000円くらいで買えるものもあります。
それくらいなら試しやすいね。今日の帰りにメガネ屋を覗いてみるよ。目の健康のために目薬も一緒に使うといいですよ。来月の連休に職場のみんなで集まってキャンプでもしない？うわあ、いいですね。大自然の中でバーベキューとかしたいです。車も出せるし、テントなどの道具も僕が持っているから大丈夫だよ。本格的ですね。私はキャンプ初心者ですが、平気ですか？もちろん、食べ物の準備だけ手伝ってもらえれば十分だよ。それなら任せてください。お肉や野菜をたくさん買っていきますね。あと、夜は冷え込むかもしれないから、上着は持ってきた方がいいよ。わかりました。他に声をかける人は決まっていますか？今のところ、僕たちを入れて5人の予定なんだ。賑やかになりそうですね。連休がすごく楽しみです。大変だ。カバンの中を探しても財布が見当たらないんだよ。本当ですか？最後に財布を出したのはいつですか？お昼休みにコンビニでお弁当を買った時はあったはずだよ。それなら会社に戻る道で落としたのかもしれませんね。どうしよう。クレジットカードも身分証明書も全部入っているのに。まずは落ち着いてカード会社に電話して利用を止めた方がいいです。そうだね。急いで電話するよ。交番にも行かないと。私、コンビニから会社までの道を探してみますよ。ありがとう。本当にごめん。僕もカードを止めたらすぐに探しに行く。誰かが拾って交番に届けてくれているといいですね。昨日の夜、ネットの動画を見ながら初めてスパイスカレーを作ってみたんだ。へえ、すごいですね。スパイスからカレーを作るなんて本格的です。それがスパイスを入れすぎてものすごく辛くなってしまったんだよ。わかります。分量の調整が難しかったんですね。でも食べられましたか？牛乳を飲みながらなんとか全部食べきったよ。次は少しヨーグルトや蜂蜜を入れると辛さがマイルドになりますよ。なるほど。隠し味ってやつだね。今度作るときに試してみるよ。料理にはまると楽しいですよね。次は何を作るつもりですか？今度は失敗しないように簡単なオムライスに挑戦するつもりだよ。美味しくできるといいですね。写真を撮ったら見せてください。